今回はこちらの激安 CNC フライスを改造して合成をアップしていこうと思います。現状はですね、XYZ すべてにリニアシャフトが使われていまして、ここのテーブルだけ以前の動画で鉄板に変えてあります。最初はこういったアルミの押し出し材が使われていたんですが、ちょっとね、心もとないということで鉄板に置き換わっていまして、なんというかバランスがね、非常に悪いです。ここだけ異常に合成が高くて、他がちょっとぐにゃぐにゃなんで、わかりますかね、これ。ぐにゃぐにゃなんですね、この X 軸が。で、これなんでかっていうと、かなりの長い距離、400ミリぐらいかなをリニアシャフトたったの2本で、これですね、これとこれで支えている状態なので、非常にここの合成がね、弱くなっています。で、これなんでかっていうと、リニアシャフトっていうのはこういう棒2本で支えている状態なんで、こういったねじれの力に非常に弱いんですね。なんで、ちょっと力かかってしまうと、こんな風にぐにゃぐにゃになってしまうと。この機械を購入した時から気になっているところがありまして、それがこの穴とこの穴と、この穴、反対側にもあるんですけど、これね、何の穴だと思います？勘のいい方はね、お気づきかと思うんですけど、実はこの穴は大きいアルミフレームを取り付けるために開けられた穴なんですね。で、おそらくアップグレードモデルでは、このアルミフレームが一回り大きくなったものが取り付いて、少しでもね、合成をアップさせようという目論みなんだと思います。これね、格安モデルなんで、それがね、されてないと。なので、とりあえずは、このアルミフレームを購入しました。2040と4040ですね。今片側だけ交換したんですけど、この差結構でかくないですか？もう絶対ね、最初からこっちにしといた方がいいと思うんですけどね、そんなコストもかかんないし。はい、組み立てが終わりました。いかがでしょうか？パッと目はね、分かりづらいんですが、合成感アップしたように見えるんじゃないかなと思います。Z 軸押してみます。たわんたわんですね。はい。これはですね、この機械のフレームの合成というのは確かに今の改造でアップしたかなと思うんですけど、この機構の部分はまだリニアシャフトが使われてますんで、たわみとかは出ちゃっていると。なので、こんなものを用意しました。リニアガイドと呼ばれるもので、リニアシャフトの代わりに使うことによって、合成がアップするというものですね。はい。こちらを取り付けるんですが、本付けできないんですよ。なので、これを取り付けるためのパーツをこの機械で削り出して付けれるようにしようかなと思います。はい、今回もオートデスクフュージョンで設計しています。いや、なかなか大変でしたね。過去一時間がかかったかもしれないです。で、具体的に何をしていくかというと、まず Z 軸、ここをリニアガイドに変更します。そして X 軸もここですね、リニアガイドに変更します。で、Y もここリニアガイドに変更します。で、Y に関しては取り付けるためのプレートを新規で用意して、Z ももともとあるんですけど、流用ができないので新規で製作する必要があります。いらないのは X だけですね、ポン付けすることができます。では、CAM 機能の解説を少しだけしたいと思います。今からこのプレートを製作するんですけど、穴が貫通で開いていて、その上に座繰りがある場合なんですけど、先にですね、ボアで座繰りの方だけ加工してしまうと、小径のね、工具で全部加工してしまおうと思っているので、中にですね、芯が残ってしまう。で、しかもリトラクトでぶつかってるようなね、シミュレーション結果も出てしまって、これ非常に工具に優しくないということで、僕はいつも先に貫通穴を開けます。でそれ開けるときに、下穴を選択してしまうので、トップ高さをですね、原点 Z0 のとこ、プレートの上面でやってあげると、貫通穴をヘリカル加工で穴開けしてくれて、芯が残らないと。で、その後にですね、2つ目のボアで座繰りだけ加工してあげるという風にやると、工具にも優しい、安全な加工ができるという風なことで、僕はいつもこのやり方でやっています。
他にね、もっといいやり方があったらぜひコメント欄で教えてください。で、さらにちょっと便利な機能があって、皆さん知ってるかと思うんですけど、穴系がね、同じ場合、一気にね、選択ができる。一個ずつね、選ぶと大変なんですけど、同じ直径をね、選択っていうのをやると、もう一気に選んでくれて、パス作ってくれるって。これ非常にね、便利でおすすめです。結構前に制作したカムクランプ、めっちゃいいですね。2箇所しか止めてないんですけど、かなりがっちり固定されています。で、次は原点取っていくんですけど、前の動画でご紹介したこちらですね、タッチプロープを使って自動で原点を取っていきます。このアイコンですね、X プラス。軸が勝手に動いて、接触したところを、はい、X0 としてくれます。これらのアイコンや G コードは無料で配布してますので、よかったら使ってみてください。加工中、なんか Y 軸がガッと、たわむ音が聞こえましたが、一応穴はちゃんと開いているので、問題ないかなと思います。たわみチェックします。あれ全然、多少は動きますけど、これどっちかっていうと、ここのフレームでたわんでる気がする。はい、ようやく完成しました。全軸リニアガイド仕様となっています。重量も当然増していますし、合成もかなり上がっているはずなんで、とりあえずテスト加工をしてみましょう。いきます。
ここの2箇所ヘリカル加工で穴開けしてみましたが、全然違いますね。プレートを加工した時に同じような加工をしてるんですけど、加工できてるように見えて、なんか一瞬こう脱腸するような感じがあって、F を200から150に下げて、なんとか加工できるって感じだったんですけど、今200で普通にすんなり加工できて、まだまだ余裕ありそうな感じなんで、かなりね、合成上がってそうな気がします。はい、ちょっとですね、簡易的なテストしかできなくて申し訳ないんですけど、ちょっと今回はこれで勘弁していただきたいなと思います。ちょっと体調が悪いっていうのとですね、改造というか、その組み立て、精度のいい組み立てにかなり時間と労力を使ってしまって、すごく疲れました。で、次回ですね、がっつり、アルミがどれぐらい削れるのかとか、最終的には鉄が削れるのかっていうところまで、ね、検証したいと思いますので、次回の動画を楽しみにしていただけたらと思います。で、余った部品ね、たくさんあるんですけども、これとかね、スピンドルのホルダー、これ再利用したかったんですけど、もうリニアブッシュがこう一体型になってて、どうやってもちょっと再利用できなそうだったんで、ちょっと今回3D プリンターで作ってみましたが、意外と使えてますんで、しばらくはこれでいこうかと思います。Y 軸に関してはリニアブッシュかつリニアシャフトかつリニアガイドっていうダブルの組み合わせとなっておりまして、かなり合成感アップしたんじゃないかと思います。で Z と X に関してはリニアガイドの15っていう規格で、Y に関してはリニアガイドの20という規格を使用してみました。今回の改造の 3D モデルとかまた販売させていただこうかなと思いますので、興味のある方は、ぜひ、ご購入いただいてダウンロードをしていただけたらと思います。いつも言ってますが自己責任でお願いします。いろいろねやってみて分かったんですけど、かなり干渉だったりとか微妙にこう辻褄を合わせないといけない微調整とかがあって、かなり大変なんで、時間とお金がある人はもう一から、作るのがいいんじゃないかなと思いました。今回はね検証ということでどうなるかっていう、次回、楽しみにしてください。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとかチャンネル登録お願いします。